ごきげんよう、上川かおるです。今回取り扱う話題は、ウクライナ情勢関連のニュースを取り扱っていきます。他のチャンネルでは、見た目が派手になりがちな軍事関係の話が中心になりがちですが、このチャンネルでは、どちらかというと政治寄りの話として、ウクライナ情勢にまつわる様々なニュースを取り扱っています。他のチャンネルでは、こうした総合的な取り扱い方はあまりされていないので、ぜひともこのチャンネルで情報更新をしていってください。それでは今回取り上げる主な話題はこちらです。今日のウクライナ支援、1000億ユーロの基金創設で議論が行われ始めました。1000億ユーロは日本円で約16兆円にも上ります。2、モスクワテロの責任逃れ。アメリカはコンサート会場を事前に危険と連絡していたと発表しています。プーチン大統領はウクライナとアメリカが黒幕説だという話を展開していて、これがどのような形でロシア国民に響いたか、その反応を取り上げておきましょう。まずは NATO の動き。NATO、ウクライナ長期支援で合意。1000億ユーロの基金案検証へ。NATO は本部で開いた外相会合で、ウクライナに対する長期軍事支援計画を開始することで合意した。ただ、ステルテンベルグ事務総長が提案したウクライナ軍事支援のための1000億ユーロ規模、日本円で約16兆円の基金を設置する案については見解が割れた。ステルテンベルグ氏の提案のもと、ウクライナに供与する武器、弾薬、装備の供給を調整する際に、NATO が一段と直接的な役割を果たすほか、軍事支援を調整してきたウクライナ防衛諮問グループ、ラムシュタイングループの一部の役割をNATO が引き継ぐ。このラムシュタイングループというのは、主にアメリカが主導してウクライナの軍事支援の調整役を行っていました。これはアメリカが最も軍事支援に多額の資金を投入し、また大量の物資などを供与していたことから、一番供与しているアメリカが最もその主導役にふさわしいといった事情があったからです。ただしこの現状は、アメリカが軍事支援のための資金が尽きた今、その主導的な役割を果たすことができなくなっています。外交筋はこうした提案は、11月のアメリカ大統領選でトランプ前大統領が勝利した場合に備えるものとしている。ステルテンベルグ氏は、支援の力関係を変える必要があるとし、ウクライナに対する長期的で予測可能な安全保障支援を確保しなければならない短期的な提案ではなく、複数年にわたるより多くの確約を提供しなければならないと指摘。7月に開かれる NATO 首脳会議での決定することを目標としたいと述べた。 NATO の決定には加盟国32カ国の合意が必要。この日の外相会合でこうした基金を設立するのは簡単ではないとの考えも示された。ハンガリーの外相は NATO を戦争に近づけたり、NATO を防衛連合から攻撃連合に変えるような提案は支持しないと表明。スペインとイタリアの外相も慎重な姿勢を示した。一方、ドイツの外相はステルデンペルグ氏の提案は正しく重要なものと指摘。ラトビアの外相も支持を示した。アメリカによるウクライナ支援は未だに止まったままです。バイデン大統領自体はウクライナ支援を続けたいとしていますが、支援を行うためにはお金が必要で、そのお金を決めるのは大統領ではなく議会です。そして議会においては、下院において野党である共和党の方が多数派なので、バイデン政権によるウクライナ支援を阻止し続けています。こうしたアメリカの政治状況といったものをヨーロッパ各国も見ていますから、このままアメリカが支援をしないままで大統領が変わり、トランプ大統領が戻ってきた場合に彼はウクライナ支援をしないだろうという彼自身の言葉に基づいた事前の策が模索されているところです。今回 NATO としてウクライナ支援をするための基金を創設し、それに基づいてウクライナ支援を行おうという話になったのは、そうしたアメリカの事情というものが NATO が主体となってウクライナ支援をしなければならない、どうしたらいいかなとアイデアが模索されているところなのです。ただここにもそう簡単には話が進みません。記事の中でも取り上げられていましたが、ハンガリーの外相がこれに反対しています。この動きは EU がウクライナ支援を行おうとした時にも全く同じことが起こっていて、ウクライナ支援をするための予算を決めようとしたら、ハンガリーが猛然と反対し、何ヶ月もその採択が遅れるといったことが実際に起こっています。ですから今回のNATO によるウクライナ支援のための基金創設という話についても、おそらくはハンガリーが非常に粘り強く反対する危険性があります。ハンガリーはロシアとのエネルギー資源貿易を続けていて、その中でも特に優遇的な措置で安くエネルギー資源を輸入できていると言われていますから、この関係を続ける上でも彼らにとっては
EU によるウクライナ支援、NATO によるウクライナ支援を阻み続けることが彼らにとっての国益になっているかもしれません。続いてはモスクワテロの続報についてです。アメリカはロシア側にテロ標的のコンサートホール名も伝達化というニュースが流れています。ロシアの首都モスクワ郊外で先月起きたテロ事件でアメリカ政府が実際に標的となったコンサートホールの名前を具体的に挙げてテロの恐れがあるとロシア側に事前に伝達していたとアメリカの複数の有力紙が伝えました。モスクワ郊外のコンサートホールで先月22日に起きたテロ事件ではこれまでに144人が死亡、551人が怪我をしました。アメリカの有力紙ワシントンポストやニューヨークタイムズは複数のアメリカ政府当局者の話としてアメリカ政府が実際に標的となったコンサートホールの名前を具体的に挙げてテロの恐れがあるとロシア側に事前に伝達していたと伝えました。この事件ではこれまでに実行犯として中央アジアのタジキスタン出身の4人が起訴され、過激派組織 IS、イスラミックステートとのつながりのあるアルマーク通信は IS の戦闘員による犯行だと伝えています。プーチン政権はウクライナが事件に関与した疑いがあると主張しているのに対し、ウクライナはロシアはテロ計画の情報を入手していたにもかかわらず、テロを防げず、ウクライナ側に責任を負わせようとしているとして強く反発しています。ロシア側の言い分としては、アメリカからのテロの恐れがあるという事前通達は受けてはいたが、それは何日にどこで行われるか、詳細な情報がなかったことから、あまり真剣に取り上げることができなかったのだ。これは情報の精度が悪すぎたといったような話をしていたわけですが、少なくともアメリカ側はこの会場が危ないのではないかという話は事前に伝えていたというのです。ただし、こうしたアメリカ側の主張に対しては、アメリカが裏で糸を引いているんだからどこが会場になるか分かっていたというのはそれは当然だろうというような反発も出ているようです。しかしこれはプーチン大統領の言っていた犯行を行ったのは IS の手引きを受けた人間かもしれないが、その事件の黒幕はウクライナやアメリカだという説を信じているからこそのアメリカに対する反発でしょう。ところがどう考えたとしてもやはりプーチン大統領の主張には無理があります。というのもアメリカと対立しているところからも犯行はあくまでも IS ではないかという話は出ているからです。イラン、ロシアにテロ情報を事前伝達。ロイター通信は複数の情報筋の話として、ロシアの首都モスクワ郊外のコンサートホールで起きた銃乱射テロの数日前に、イランがロシアに対してロシア国内で大規模なテロ攻撃の可能性があることを伝えていたと報じた。イラン南東部ケルマンで今年1月に約90人が死亡した自爆テロ関連で逮捕した容疑者から得た情報だという。イランで逮捕された容疑者は何人かがロシアにすでに渡航したと供述していたという。このようにアメリカと対立しているイランからもテロ情報がロシアに伝えられていたというのですから、ますますプーチン大統領の言うアメリカとウクライナが黒幕説という話は全く信憑性のないことがわかります。しかし、このような第三者目線で見た場合の話とロシア国内での捉え方は全く異なるようで、プーチン大統領の思惑のままにロシア国民は動いているようです。ロシアで軍入隊が急増、銃乱射事件後、報復目的と国防省。ロシア国防省はモスクワ郊外のコンサートホールで先月起きた銃乱射事件以降、ロシア軍の入隊が大幅に増えたと発表した。過去10日間の新規契約者は約1万6000人に上ったという。各都市の選考会場で行われた面接では、入隊希望者の大半が事件の犠牲者のために報復することを入隊の主な理由として挙げたとした。アメリカがロシアに対してテロの危険情報を伝えたのは、まだロシア国内にはアメリカ人がいて、そのアメリカ人がテロに巻き込まれる可能性があり、危険情報を伝えることは自国民の保護のためにも必要だったからです。一方で、イランがロシアに対してテロ情報を伝えたのは、現在のイランとロシアの友好関係を保つためです。そして、イランもまた IS 系の過激派組織との戦闘状態がありますから、彼らにしてみても、ロシア国内で IS 系の組織を取り締まってくれることは共通の利益になるからです。ところが、
実際にテロが発生した時には、犯人たちは悠々と会場を歩き回って観客たちを銃殺して回るという凶行を行いました。犯行は15分程度行われたにもかかわらず、ロシア側の武装警察官や特殊部隊が到着したのは、犯行発生時から見た場合においては1時間以上後という全くの手遅れな状態でした。だからこそロシア側は事前情報を得たにもかかわらず、わざと事件を未然に防がず、そして被害を拡大させてしまったというような仮説も成り立つような状況です。このあたりは実際どうなのかについては分かりませんが、少なくとも事件が終わった後、プーチン大統領は IS に対する批判よりも、ウクライナとアメリカに対する憎悪をぶつけるように国民に呼びかけています。そして、そのことがある一定数の人たちに対して、このテロの報復、怒りの矛先としてウクライナに向かっているというのです。報道では1万6000人以上の人たちがウクライナへの報復の気持ちから志願したというふうに報道されているわけですが、実際にこの数が正しいかどうかはわかりません。大げさに似ている可能性はあるものの、しかし、プーチン大統領の立てた国民の怒りをウクライナにぶつけろというその方向性に基づいた報道がなされているといったことは無視できないでしょう。プーチン大統領にしてみれば IS を半ば無視同然の扱いをして IS がさらなる行動に出たとしてもせいぜいテロ事件が起こせるぐらいだろうと考えているのかもしれません。彼にしてみれば国民の感情をウクライナの反感に追い立てて、それによって軍に多くの兵士が集まるならこれ幸いと思っている可能性があるわけです。国家による情報洗脳といったものが大々的に行われると、あからさまに間違っているだろうと思えるような情報でも信じてしまう人たちが多くなってしまうのかもしれません。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。また知識の更新に役立ったなと思う方はぜひともスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。